私がすごくおすすめしたもの、セクシー&キューティー&おしゃれに、ノーズシャドウはギャルの鉄板です。皆さんこんにちは。ブラックダイヤモンドに所属しておりますポチニャムです。今日は私が普段やっている黒ギャルデイリーメイクを紹介したいと思います。ぜひ見てください。ではどうぞ。私が使ってるカラコンはミンカラというサイトで買えるキングダム17というカラコンです。 16mm ですごく目がパッチリ生えて見えます。今日入れてる明るいヘーゼル色で結構いろんな髪色にも合うので、とりあえずこれを使っています。強めのギャルっぽい感じになりたい方はシルバーがおすすめです。目が大きくでもクールな印象に強めのギャルになれます。基礎化粧品はドンキホーテで買ったボタニカルオールインワンジェルです。パックみたいにその場に留まってくれてすごい潤います。オールインワンなのでこれ一つ塗るだけで完成しちゃうのですごくおすすめです。使っている二重テープはザ・ダイソーで売っている伸びるアイテープ絆創膏タイムスリム86枚のものを使っています。私みたいにまぶたに脂肪があったり奥二重だったりすると二重にするのがちょっと大変な方が多いと思うんですけれど、おすすめのやり方は2枚使ってまず目頭側に貼って貼ったまま引っ張るように目尻も貼ります。強く貼ってる感じがするとは思うんですけれども、両方から左右にこう引っ張ってあげれば緩くなるので、それで調節して食い込ませて幅広二重をゲットしてます。ファンデーションで使っているのはメイベリンピュアミネラルバーチャルレイサーオークル2リキッドファンデーション、MAC のミネラライズモイスチャーファンデーション NC45 番混ぜて使ってます。割合的にはメイベリンのオークル2が1に対して MAC のミネラライズが2で、私の肌の色にそれが一番合ってるので自分でブレンドして肌に塗ってます。黒ギャルの方って日サロ行って肌焼けたり少し経ったら薄くなったりして、その時その時によってファンデーションをその一回一回買い直すのがちょっとコスパ的に悪いので、自分で調節することによってその今の自分の黒肌加減に合わせて顔だけ白っぽいとか顔だけ黒っぽいっていうのを防ぐことができるのでブレンドしてます。お粉はこちらの AC ハイカバーマットパウダー H、 お色の名前はヘルシースキンフェイスパウダーです。これ結構皆さん使ってます。これを使ってあげることによって先ほど一番最初に塗ったリキッドのテカリを抑えてくれます。それと同時にマットな肌の方がギャルっぽさが出るので、これは結構たっぷりめに肌につけちゃってます。私が唇の乾燥防止に使ってるのがディオールのアディクトスクラブ&バーム。ファンデーションで唇の赤みを一緒に消しちゃってる子すごくギャルちゃんの子たち多いと思うんですけど、そのファンデーションリキッドが合わなくて荒れちゃったりする、プルンとした可愛い唇作りたいのに台無しになってしまうので、ディオールのリップバームを使ってこのガサガサを取ると同時にうるっとした唇を手に入れることができます。私が使っているビューラーはコージーのアイラッシュカラーの73番です。横幅が大きめに作られています。自まつげもしっかり隅から隅まで上向きにガッて向けてくれるのですごくおすすめです。あとでつけまつげをつけた際にもカスタムして横に長いつけまも対応できちゃうので、これすごくおすすめです。アイシャドウはローリーエンジェル30カラーズアイシャドウパレット6パターンもあってドンキでなんと500円で売ってます。普段のデイリーメイクで使ったお色が一番下地として使ってるのが肌色でアイホール全体に塗ってブラウンの色を目尻と目尻の上のアイホール部分に塗ってることによってちょっと陰影をつけてます。ちなみにこちらのこの黒のやつは下ラインを引いた時にライナーがこうベタベタならないようにナチュラルになるようにということで下のライナーに塗ってます。ここの涙袋と上のまぶたの部分に塗ったコンシーラーなんですけど、キャンメイクカラースティックフェイスカラー1番を使ってます。これは本来クマ、くすみなどに使うものなんですけど、私はこれを細めの筆で図な質先ほど塗ったところに
アイシャドウのつきが良くなるようにしてます。白ライナーはギャルちゃんにとってすごく鉄板で、もうこれ必要不可欠です。涙袋を描くのに使ってるのがアイホールにも使った同じもの一緒に済ましちゃってます。こちらのブラウンコーナーのホワイトの部分を太くない筆を使って優しくコンシーラーの上にポンポンポンってこう乗せちゃってます。発色がすごくいいです。アイライナーはリアルラスティングアイライナーワンデータトゥー。これ24時間持ってくれるし、あと落ちにくいってわけでもなくて、実はお湯だとスルンと取れるし、でも取れて欲しくない時は取れない、ちょっと雨降っちゃったとかそういう時とか全然取れないので、すごく真っ黒で、薄い黒とかだと埋めたいこうつけまの間とか埋まった感がしないんですけど、黒のアイライナーはもう本当にこのワンデータトゥーがおすすめです。黒目の上は大胆に引いちゃってます。その方が丸くて大きな目を、しかも垂れてる目を目指してるので、その上につけまつげつけた時に縦幅がでかく見えます。私がライナーの後に粘膜を塗っているのはこれを使ってます。エモダの2017ウィンターペンシルライナーです。これは雑誌の付録でついてきたものなんですけど、粘膜って瞬きしたりした時に取れちゃったりすることがあるんですけど、この子は取れないでその場にしっかりくっついたままでいてくれます。目とライナーの間の隙間があるとすごくなんかメイクが雑に見えてしまったり、白目が多くてこう怖いようなイメージになってしまう。黒目の周りは粘膜埋めてあげることでナチュラルにデカめがゲットできます。下のアイライナーを塗った後に私はこの先ほどのアイシャドウパレットを使ってます。モノトーンコーナーの中心にある真っ黒なやつ、これをできるだけ細めの筆を使ってぼかしちゃいます。ライナーがあまりにもこうパキッてしすぎてるとナチュラルさが奪われてしまって、明らかにただのメイクが濃い人みたいな感じになってしまうので、ナチュラルなんだけどほんとギャルだし目がでかいって思っていただけるように黒でライナーをぼかしてます。植え付けまつげを貼る際に使ってるのがこちらのアイトークです。こちらもすごくコスパがいいです。これ本当は二重まぶた用化粧品なんですけれども、コージーのアイトーク、エッグモデルの田中愛菜ちゃんもつけまのりとして使ってるのを知って、それで真似して使ったら本当に強力に取れにくいです。肌に塗れちゃうやつなんで、二重まぶた用なので、目に最初に引いちゃって両方に引いて乾かしてる間に D アップっていう横幅もしっかりあって束感がある801番を完全に乾いてから貼るので、これで糊を塗っておきます。下付け間をつけちゃいます。その時に使ってる下付け間が翼ちゃんがプロデュースしてるローリーウィンクの5番リアルヌードこだわりナチュラルって書いてます。乾かしてる間にペタって貼っちゃいます。下付けまつげは黒目の下からスタートしてつけてあげると不自然にならないし、下目につけてあげると垂れ目になれちゃいます。上のつけまは瞳の始まりつけ始めて目尻にゆっくりつけていきます。先ほどのワンデータトゥーを使ってもう一回きれいに塗り直します。つけまつげと瞳の間、地まつげの間を埋めたり黒さが半減しちゃったりすると思うので、こうつけまつげで手触ったりするから、だからもう一回塗り直します。アイブロウペンシルはビボのアイフル眉墨 A ライトブラウンです。ビボが出してるアイフルアイブロウペンシルで一番明るい色なんですけど、芯が柔らかいので引っかかることなくスルッと思い通りに描くことができます。ノーズシャドウの後から入れるところらへん指で伸ばしちゃってます。ノーズシャドウと眉毛がつながるようなイメージで塗っちゃってます。私が使っているノーズシャドウはこちらです。100円ショップのエルファノーズシャドウ A ノーマル系茶色い方、これは筆で取って先ほど描いた眉毛と自然につながるようにノーズシャドウを引くんですけれども、境目がなくなるように眉毛にもちょっと色混ぜちゃう感じでポンポンポンってやってます。私が使っているアイブロウマスカラはキスミヘビーローテーションカラーリングアイブロウアッシュベージュ、これもドンキとかで売ってます。私カラーリングアイブロウをいろんなの使ってきたんですけど、これが一番眉毛にしっかりついてくれます。ライナーで描いた後にちょっとポイントなんですけど、目尻から目頭に向かって塗ってちょっとボサッとするんですけど、それが乾かないうちに今度は整えながらも目頭から目尻に塗ってます。そうすると毛にしっかりお色がついてくれるので一気に垢抜けます。普通の黒の眉毛が見えちゃってると化粧がこう手抜きな感じに見えてしまうといけないので、これはすごく大事だと思います。
涙袋の影に使ってるのは先ほど眉毛のライナーに使ったものでビボライトブラウンでございます。眉毛の色に合わせて選んであげると何気ちょうどいいってことが私の中で発覚しました。それよりも濃いとちょっとクマに見えてしまう可能性があるので、ポイントなのはやっぱギャルは垂れ目が一番なので、目尻側の涙袋重ねて描いてます。可愛らしい印象になります。アイブロウコートを私は使ってます。やっぱり眉毛って横髪こうやって直したりしてる時にいつの間にかこう消えてしまってうわーってことになってしまうのがそれを防ぎたいので、私はアイブロウコート必ず使ってます。高いものじゃなくて、これダイソーに売っててエバベレーナアイブロウコートというものです。あんまりたっぷり塗ると垂れてきてしまうので、ちょんちょんってこういらない部分取ってあげて、眉毛の上から塗ってあげて、あとは乾かします。そうすると眉毛が取れにくいので、すごくお化粧直しも楽になります。チークはこれもダイソーで買えちゃいます。エルファープリンセスドゥオカラーチーク A ストロベリーというお色です。発色のいい濃い方、目の下あたりに円をイメージするようにポンポンポンって乗せてます。目の下にやるとなんか可愛らしい印象になります。なので目の下に丸く描いてます。使っている口紅はクリーミーリップスティックビセのリシェというものです。これの PK801 番を使ってます。やっぱりギャルは赤リップとかよりもちょっと明るめの白っぽめとか薄ピンクとかがギャルっぽさがすごい増します。なのでこれ使ってます。メイク動画を見てくださってありがとうございます。私の紹介しているメイクで使っているメイク用品は結構100円ショップが多いです。なのでこれからギャルになってみたいって方とか、ギャルメイクを練習してみたいって方とか、もうじゃんじゃんどうせもう108円でゲットできちゃうんで、どんどん練習できちゃいます。その中で私いろんな100円ショップのコスメ使ってきたんですけれども、その中で私がすごくおすすめしたものだけを今回使わせていただきました。今日のコーディネートは黒ギャルなんだけどギャルギャルしくないおしゃれ系コーデでございます。ポイントは上に羽織っているメンズ用のシャツなんですけれども、このシャツは古着屋さんで3000円ぐらいでゲットしました。背中にファイヤーのマークが描かれてて、超強めな感じが黒ギャルには向いてます。これは本来は裾の部分をトンと落として着るものなんですが、ギャルはやっぱり上の方で結んであげて、それで体のラインが見える感じでセクシー&キューティー&おしゃれに決めてみました。他にもブラックダイヤモンドに所属している仲間たちのメイク動画もいっぱい上げていますので、ぜひ見てください。自分に合ったメイクが見つかると思うので、いろんなメイク探してみて、いろんな方法を知って、ぜひ黒ギャルになっちゃいましょう。チャンネル登録してね。バイバーイ。